日まで来たぞ。第65回旭川冬祭り2024年氷彫刻世界大会、去年も来て2度目。本日2月10日土曜日、最低気温マイナス 8.9 度のこの日、七条通りまでの商店街を沿って約1キロ歩いたろかい。氷柱1メートル ×53 センチ ×26 センチ、重さ約135キログラム、8本を使い、制作時間38時間から40時間で作品を彫り上げる競技。競技終了後はライトアップされて最終日の12日まで展示。ライトアップされる時間めがけて車で走ってきたけど、冬祭りで大にぎわいの3連休初日、まあ混んでるわけ、どこもかしこも。序盤は日が落ちかけだけど、後半はしっかり日が暮れて綺麗に見えると思うぞ。個人的意見がバシバシ入るけど、あくまでも個人的意見。ってことでレッツゴー。日本氷彫刻会名誉師範中村氏による氷柱40本使用した代表像。題名雪の妖精。幅5メートル、高さ3メートルの繊細かつ迫力ある代表像。時間的に見づらいかも、悲しみ。細かい結晶がとても神秘的なんだけど伝わる。結晶の集合体的なやつ。ラストでは暗くなっていい感じの見れるぞ。電気自動車から発電してますよ的に車の表説。乗れるサイズだったらいいのにね。ここからは個人戦から紹介。駅から一番近くにある最優秀賞内閣総理大臣賞秀英賞。最優秀につきじっくり見ていこう。題名宇宙からの侵略者ということで、あれね、ふむふむって感じだよね。細かいところまで丁寧に迫力がある作品に仕上げますというコメントだけど、しっかり仕上げすぎてマジで気持ち悪いね。これ褒め言葉。まだちょっと明るいから分かりにくいけど、尻尾の感じとか肌のゴツゴツとか表現力えぐいわけ。氷でこの表現力はさすがの最優秀賞、おめでとう。入選旭川冬祭り実行委員会会長賞。題名山ヤギ。山ヤギ。崖から2匹のヤギが降りてきているって感じかな。土台の部分が素晴らしい。こうなってるんだ。本人コメント。4年ぶりの旭川、楽しみながら完成度の高い氷彫刻をしますでした。特選観光庁長官賞。題名森を守るもの。本人コメント。森を守る動物たちを疾走感
ぽくて真ん中にライオンがいたり、ヒョウの柄がリアルだったり、個人的にはヒョウを二度見するほどなるほど感の強い作品。森守ってね。題名わしとヒョウ。本人コメント、2頭の睨み合った緊張感を出したいです。睨み合ってワイない。ヒョウが睨んでるけどわし逃げてない。気のせい？いや、気のせいではないと思うのだが。入選日本西洋料理技術家協会八重洲会会長賞。題名私きれい。出た。これさ、マジでやばくない？マジで引いたわけ。ティモって言っちゃったよね。そして私きれいって本人コメント、胡蝶蘭に擬態した花カマキリを立体的に表現したいです。マジで表現しすぎ。虫嫌いから言わせてもらうと最高に褒めることになる。道理でこの表現は個人的にはい優勝ってなった。特選 NPO 法人日本氷彫刻会会長賞。題名あと少しパク。本人コメント、3本の角を持つジャクソンカメレオンが蝶々を狙っているところ。これもマジでやばいね。素晴らしいね。表現力激ヤバ。題名の付け方もセンスしかない。カメレオンの肌質とか好きな人にはたまらないんだろうね。入選旭川商工会議所会頭賞。題名歓喜。本人コメント、4年ぶりに開催。結婚式にも活気が戻ってきており、歓喜にあふれるシーンを表現します。シンデレラ的なこと。結婚式で靴を脱いじゃうくらい楽しみルンルンってことかな。お幸せに。特選北海道知事賞。題名進化。本人コメント、題名にふさわしく進化したクジラを表現したいと思います。これ個人的には結構好き。大きいクジラさんの体がトライバル模様的な空洞に。どうなってんだこれとまじまじ見たもんだ。素晴らしい表現力だぞ。特選旭川市長賞。題名ジャングルの守護者。本人コメント、迫力と繊細さをしっかり表現します。この作品も表面の模様が近くで見るとマジでびっくりするから、遠くで見ないと全体的に何なのか分かりにくいけど、近くで見るといい仕事してるねってなるわけ。優秀賞文部科学大臣賞。題名静かなひととき。本人コメント、今
回の主役自然の際、重量感があり優しい感じが伝わるような作品になればと思います。なるほど、納得の作品。立派な見た目から鳥が止まっている。優しい表現が完璧。肌感の表現力も素晴らしい。これも高評価。題名投稿。本人コメント。力強さ、勇ましさを表現したい。細部まで丁寧に掘り上げます。ライオン？ベネチアの獅子かな。イタリアの都市ベネチアの象徴である有翼の獅子に見えるけど、ごめん、わからない。題名キュービコ。本人コメント。キュービコは9本の尾を持つキツネです。中国に伝わる伝説上の生物だね。美女に変化して人々の世を惑わす悪しき存在の正体らしいぞ。めっちゃ凛々しいキツネさんだね。今更だけど、どの人もなぜそれをチョイスしたと聞きたい。題名闘魚華麗なベタ。本人コメント。闘魚と言われるベタ、その華麗な姿を表現します。気になって調べちゃったけど、本当にこんなにヒレなんか。めっちゃ大きいんだぞ。大きく見せるお魚さんなのかな。揺れるヒレの表現が素晴らしいね。題名永住ゲング。本人コメント。重量感をうまく表現し、生命感あふれる作品に仕上げたい。ゲングは北方を守護する水神。いいじゃん。ぶっちゃけ上に乗ってるお姉ちゃんが何なのかわからず、ゲングの模様が細かく表現されているね。入選旭川平和通り買い物公園企画委員会委員長賞。題名ターゲット。本人コメント。躍動感のある作品にしたいと思います。草原の中を馬に乗った男性が弓矢で標的を狙っている図だね。これ実際見たら氷の大きさがすごいわけ。おう、マオルってなったもんね。ダイナミックでいいね。特選北海道新聞旭川支社長賞。題名空高く。本人コメント。雰囲気のある作品に仕上げたいです。これね、好きだね。間違ってたらごめんなんだけど、大量の蝶々さんが少女を空高く持ち上げている。神秘的な作品だね。遠くから見てもあれなんか綺麗と思ったもんね。特選北海道立旭川美術館長賞。題名水牛。本人コメント。タイで水牛は田植えや米の収穫などに使われており、収穫が終わり農民たちが所有の水牛を連れてブーアランという民間伝統のお祭り水牛レースに参加させます。日本にはない文化を表現するために地元の様子をチョイスしてくれるってことだけでも高評価。入選一般社団法人旭川観光コンベンション協会
章。題名古代の捕食者。本人コメント。今にも動き出しそうな迫力のある古代の捕食者をご覧ください。蛇の大きさから見るとかなりキビ恐竜さん。恐竜の皮感がリアルでいいね。ただ非常に前足短いなとガン見したわけ。題名神話の世界へ。本人コメント。バランス躍動感を表現したいと思います。ケンタウロスだね。ギリシャ神話に出てくる英雄。しっかり躍動感が出てるね。前半は題材がやべえの多かったから急に神秘的な作品が増えたなと思ったぞ。題名太古。そのまた大昔海の戦い。本人コメント。勇壮な作品に仕上げたいと思います。これねどういうことで結構ガン見した。深海にいそうないろいろなものが集結してるって感じなのかな。その昔にこんなのいたんだよってことなんだね。気になって調べちゃうから勉強になるわけ。入選反社団法人全日本重視協会会長賞。題名現在展。本人コメント。琵琶の音色風の流れをイメージできる作品です。インド神話で河川の女神。これも遠くから見ても目立つ作品。何やらいい女いるぞだったわけ。入選旭川平和通り買い物公園企画委員会委員長賞。題名妖精の国。本人コメント。時間を有効に使って楽しく雰囲気のある作品に仕上げます。妖精の国ということでキノコに小人が乗ってたり男の子に羽が生えていたりメルヘンチックなわけ。題名雪姫。本人コメント。魔法で雪の結晶を生み出す神秘のお姫様。直感で溶けたのって思ったけど違うのかな。女の人はスケートをしているらしいぞ。優秀賞文部科学大臣賞。題名燃えよ。本人コメント。極寒の旭川ですが燃える魂で火の鳥を掘り切ります。すごい作品。火の鳥の燃えてる感じが細かい。玉の中とかマジで細かくてすごいね。ブラボー。特選北海道知事賞。題名前進。本人コメント。バランスの取れた躍動感のある作品に仕上げたい。とっても上手で素晴らしい作品だけど弓を持ってる男性と荒ぶるお馬さん。前進とはいざってことかな。土台のブツブツもいい感じ。特選北海道立旭川美術館長賞。題名王者。本人コメント。仲間と共に海の王者が出陣する姿を力強く表現いたします。
れすごいね。いいね。イルカたちの上に人魚乗っている。しかもメンズ。人魚姫はマーメイド、人魚殿はマーマン。ちょっとお口直し。駅前もだけどちょいちょい雪だるまさんがおる。ウェルカム雪だるまって呼ぶらしい。旭川街明かりイルミネーションは3月3日に閉幕。見てみるとあら綺麗。入選日本西洋料理技術家協会八重洲会会長賞。題名怪獣中城城跡に現る。本人コメント。過去実際にロケがあった世界遺産中城城跡、迫力ある作品にしたいと思います。世界遺産に怪獣が現れたらってことだね。題名壇の浦の戦い。本人コメント。動きのある作品にしたいです。全力で頑張ります。右が平知盛像、左が源義経像だね。壇の浦で行われた源平最後の海戦、荒ぶる海での戦いが表現されてるんだね。最優秀賞内閣総理大臣賞秀英賞。題名みんな仲良し。本人コメント。11種類の動物たちを彫刻します。裏側にも可愛い動物がいるので見てください。これは素晴らしい。反省は後ろの撮影不足。一目瞭然。本当によくできてるよね。横にいる小さい子たちがまたかわいいぞ。最優秀おめでとう。特選旭川市長賞。題名波と人魚。本人コメント。波の中の人魚、全体のバランスを重視して感動を与えられる作品にしたいと思います。これもとても素敵な作品だね。丸みのある波がいいね。綺麗な人魚。わかりにくいかもだけど尻尾がマジで上手。入選旭川商工会議所会頭賞。題名ドラゴンライダー邁進。本人コメント。運命を持ったドラゴンの世界でのライダーを表現します。すごく大きく見える作品。羽のあるドラゴンがドラゴンのバイクに乗ってる。よく見ると火の上を走ってる。ファンキーなコンセプトだね。特選北海道新聞旭川市社長賞。題名再生の女神。本人コメント。すべての人、世界の再生を願い、心を込めて彫ります。女神の上に火の鳥、出会ってる。細かい描写がめっちゃうまい。首の後ろの鱗感と鳥の尻尾マジで上手。ブラボー。特選観光庁長官賞。題名それいけオオカマキリ。本人コメント。リアルなオオカマキリを見てください。虫苦手なわけ。なぜここのカマキリコンセプトの作品はこんなにも上手なのか。マジでうますぎて引くわけ。手足や羽、顔まで。来年は猫とかでお願いします。特
NPO 法人日本氷彫刻会会長賞。題名左ヒラメに右カレイ。本人コメント力強い作品にしたいと思います。題材がいいね、しびれる。わかりにくいヒラメとカレイの覚え方。この機会に覚えてねって感じだね。遠くから見てもなんか可愛くない魚浮いてるってなった。入選旭川冬祭り実行委員会会長賞。題名シーサーテント伝説。本人コメント西洋に伝わる大海原の魔物を表現したいと思います。ドラゴン多めだね。船を飲み込みそうなドラゴン。海館かない。入選一般社団法人全日本宇宙士協会会長賞。題名統計。本人コメントシャモとヘビを迫力のある作品に仕上げます。シャモ強すぎヘビが勝てる要素が見つからない。このバランスで氷倒れないのすごいね。入選一般社団法人旭川観光コンベンション協会会長賞。題名熱帯魚。本人コメントエンゼルフィッシュの生き生きとした姿を表現したいと思います。最後の作品だぞ。遠くからでも目立ってた熱帯魚。ピチピチ。ちょっと長い動画になっちゃったね。マジで90分くらい歩いて撮影したわけ。第65回旭川冬祭りの会場では期間中の来場者は91万5000人、前年比 184% だったんだって。今年はドラゴンクエストとのコラボもあって話題性抜群の冬祭り。ところどころにあったスライムの雪だるまの謎はそれ。去年よりもマジで駐車場に止めるだけで時間もかかったし、ドラゴンクエストの人気やべえってことだね。コラボでこんなに変わるんだね。今年は2月なのに急に暖かくなる日があったり、タイミング的には無理だったのかも。プラス気温で急激に雪が溶けるという。間に合ってよかった。雪も氷も溶けたらおしまい。その時だけ期間限定の素敵な作品。来年はぜひ現地に見に来て。個人戦団体戦あったけどどれが推し？高評価